パーク関東に来ています。わーい。はい。ということでね、今日は僕の感想をまとめつつ、実際にどうだったかっていうのをお話ししていきたいなって思ってます。これ動画撮ってるの今8月なんだけどさ、ポケパーク関東に行ったのって実はもう3月の頭くらいなんだよね。なんか最初はね、8時の時点に並んでおきたいなと思ってたんだよね。なんか僕前の日楽しみすぎて寝坊しちゃって到着したのかね、なんか9時くらいだったかな。9時15分とか。開演前は間に合ったんだけど、1時間前に到着したみたいな感じだね。そう、すごかったんだよね。なんかもう人いっぱいいて、入る前から疲れちゃった。10時オープンなんだけど、人が並びすぎちゃってるからかわかんないんだけど、なんか15分前くらいに早めに開演したんだよね。で、それでなんか早く入って、なんか読売ランドの中自体には入れたんだけど、ポケパークの中自体にはまだ入れないみたいな状態。なんか人が集まりすぎてるから一旦園内に入れちゃおうみたいな、そんな感じ。そう、なんかね、ポケパーク関東って事前抽選というか、入ってからこう先着とか抽選で応募しないと入れない施設があって、例えばピカピカスパークスだったっけショーとか、なんだろう、ショップポケモン大好きショップ、それはなんかその読売ランドに入園した後にこうアプリから申し込まないと入れないんだよね。だからなんか最初にみんな入園したらもうずっとスマホ触ってて、ポケモン大好きショップが11時くらいのなんか入園券がもらえて、ピカピカスパークスはなんかたまたま抽選当たって13時だったかな。ピカピカスパークスは取れなかったら引きずりそうだったからよかった。そう、なんかね、ポケモンフォレストかね、結構思ってた以上にフォレストしてたんだよねそう、高低差がね、すっごいあってね。だからなんかね、ブーツとかはね、やめておいた方がいいかなって思う。ポケモンフォレスト行かないんやったら、全然おしゃれな靴でも問題ないかなって思うんだよね。そうそう、なんかね、カヤツリタウンに入る前のところだね。ピカチュウとイーブイのこの装飾看板みたいなのがあって、画像じゃ伝わらないかもしれないんだけど、なんか絶えず動いてるんだよね。このピカチュウとかイーブイとかウェルカムの風船とかだからね、ピカチュウとイーブイが全然出てこなくて忙しかったのかなってで、この写真撮った後に実際にカヤツリタウンの中に入るんだけど、なんかそのカヤツリタウンに入る前になんか荷物検査みたいなのがあって、荷物検査とどっちかっていうとチケットの確認だね。で、そのチケットの確認がすっごい人並んでて、30分くらい多分並んだと思う。なんかみんなね、なんかすっごいポケモン好きなんだろうなって人がいっぱいいたね。ぬいぐるみいっぱい持ってたりとか。30分並んで、カヤツリタウンに入れたんだけど、エントランスっていうのかな、エントランスからカヤツリタウンに入るまでのちょっとした通路があって、そこの通路でなんか歩いてたらピカチュウとイーブイがね、お出迎えしてくれてね着ぐるみのロコンがね、すっごい人気でね、全然こう一緒に写真撮れなかった。写真は撮れたんだけど、なんか一緒に撮ってくださいみたいなのはちょっとできなかったね。もうあとね、カヤツリタウンいろいろ回ってて、
ポケモンがね、すっごいいっぱいいたから、写真いっぱい撮ってて、なんかね、そう、バリアーとかいたんだよね。で、わー、かわいいって思って写真撮ってたら、なんかなんて言うんだっけ、スタッフさんじゃない、キャストさんが、なんか写真撮りましょうかって言ってくれて、それで一緒に写真撮ったんだよね。ちょっとね、このね、バリアートなんだけど、ただ立ってるだけじゃなくて、なんか、ポケモンフォレストの出口に立ってたんだよね。で、こう、なんか、バリアのポーズして、これ写真には写ってないんだけど、足元にこう、立ち入り禁止って書いてて、出口側から、ポケモンフォレストに入れないようにね、見えない壁を張ってた。ポケモンの写真撮って回ってたら、あっという間に大好きショップの時間になっちゃって、なんか、カヤツリタウンの外にあるんだよね。ポケモン大好きショップが。出た後、なんかそのポケモン大好きショップに入るのにも、チケットのチェックみたいなのですっごい並んだ。やっとね、入れたんだけど、なんか、お店の中もね、すっごい人いっぱいいて、レジ列もね、すっごい並んでて、なんか、アトラクションみたいになってた。3、40分くらい並んだと思う。そう、みんなたくさんたくさん買ってたからなんかね、いっぱい買いすぎちゃって、お財布がすっごい軽くなったんだけど、これ EV、そう、EV のぬいぐるみに見えると思うんだけど、僕もぬいぐるみと思ってたんだよね。すっごい可愛い EV のぬいぐるみがあるって思って、一目惚れして購入したんだよ。で、その後、3月だからさ、ちょっと肌寒くて、買った後ずっと抱っこしてたんだよね。で、なんか、抱っこしてたら、なんかお尻のあたりに穴が開いてることに気づいて何これって思って、よーく見たら、ぬいぐるみじゃなくてパペットだったんだよね、これだから、この写真はね、左手にこう、EV 入れて、それで写真撮ってる。すっごい可愛いしね。あとね、自立するんだよね、これだから今ね、棚に、そう、置いてるんだけど、なんか自立してくれるからね、すっごいいいよ。僕が行った日は3月だったから、手袋、左手に入れて、そう、あったかいなーってやってたんだけど、なんか、これ暑いし多分、無理だよね。で、なんかね、そうこうしてたら、ピカピカスパークスの時間になっちゃって、カヤツリタウンの中にある、何ジムだったっけ？カヤツリジムだったかな？そこでそのピカピカスパークスがあるんだけど、そこに向かって、で、なんかね、参加型のショーみたいな感じだったんだよね。音に合わせて手拍子してくださいみたいな。よかったよ。なんかね、途中でね、ロケット弾が出てくるんだけど、そう、なんかね、そこのね、ダンスがね、すっごいかっこよかった。ポケパーク行ったなら、抽選に参加してみてほしいなって思った。結構ね、見応えあったよ。実際にはその入場が1時だから、実際に始まった時間は1時ぴったりじゃないとは思うんだけど、終わったのが30分ぐらいだったね。終わった後にね、なんか、カヤツリタウンの方に出るんだけど、にじにじしい音楽が聞こえてきて、なんだろうって思って見に行ったら、パレードみたいなのがあってたんだよね。後で調べて分かったけど、ピカ V カーニバルっていうらしくて、頑張ってね、腕を伸ばして撮った写真なんだけど、ピカピカスパークスより僕はこっちの方が好きだったかも。なんかね、ピカピカスパークスの方は、ちょっと暗くてよくわからなかったんだけど、ピカ V カーニバルの方はね、なんか参加してるみんながね、すっごいニコニコしてて、すっごい良かった。多分これ一般の入場者だと思うんだけど、なんか抽選とかって選ばれた人がパレードで一緒に歩いて参加してて、みんなすっごい楽しそうだったんだよね。
パレードが終わった後に、ポケモンフォレストの入場って時間が決まってて、僕は3時の入場枠だった気がするんだけど、ちょっと時間が空いてたからさ、カヤツリタウンの中、ちょっといろいろ回ってた。そう。で、その時にね、撮った写真がね、これなんだけど、頭痛いって写真撮ってた、みんな。ポケパーク関東内って、モンスターボールが買えるんだよね。そのモンスターボールの中には、なんか、ポケモンのピンバッジが入ってて、今回すっごい人並んでて僕は買えなかったんだけど、カヤツリタウンの中にあるお店にコルクのボードが置いてあって、そこのコルクのボードだったりとか、キャストさんが下げてるバッグとかにも、このピンズがついてて、交換してもらえるんだよね。自分のピンズと。これ見てもらったらわかると思うんだけど、なんか目つきの悪いポケモンばっかり集まってて、すごい面白かった。でね、そうこうしてたら、あっという間に3時過ぎてるじゃんってなって、ポケモンフォレストに向かったんだよね。ポケモンフォレストも、なんか、大好きショップみたいな感じで、チケットの確認とかがあるから、すっごいまた人並んでて。でもなんか、並び待ってる時にも、なんだろう、研究所を通って、ポケモンフォレストに入るみたいな感じなんだよね。研究所の中でチケットの確認をするみたいな感じ。だからその待ち列の待ってる間に研究所の中見れるから退屈はしなかったね。なんかね、研究所の中ね、モンスターボールが3つ置いてあって、そこに3匹ポケモンがいるじゃろみたいな。順番が来て、キャストさんがね、なんかね、その入る時にね、夢と冒険とポケットモンスターの世界へ、レッツゴーってみんなでやるんだよね。ちょっとね、恥ずかしかった。レッツゴーをした後に、ポケモンフォレストに入っていくんだけど、上がり角を曲がったらいきなりね、こう一番道路が見えてきて、うわ、一番道路だって、ポッポとかコラッタがね、いっぱいいた。これね、現実にね、ポケモンがいたらこんな感じなのかなって思ってた。なんかポケモンフォレストって特別な日にしか出ないポケモンとかいるみたいだね。ポケモンフォレストはね、多分ね、まだね、発見できてないことがいっぱいあると思うから、また行きたいなって思ってる。思ってたより、すっごい長くて、僕がなんかじっくり写真撮りながらっていうのもあったと思うんだけど、1時間半くらいかかった。ポケモンフォレストから出たらカヤツリタウンに戻ってこれるんだけど、さっきのバリアードのところだね。そこに戻ってくるんだけど、もうすっかりなんか日が傾いてて、今回メリープと一緒に行ってたから疲れたねーって感じで、ポケモンセンター行こっかみたいな感じでポケモンセンターに行ったんだけど、なんかすっごい同じこと考えてるポケモントレーナーさんがいたみたいで、すっごい並んでた。どれくらい並んだかな、40分くらい並んだと思うんだけど、なんかね、やっと順番が来たって思ったら、僕の目の前で切られちゃって、ああ、次の回になっちゃったって思ってたら、なんか、キャストさんがね、ちょっと、ジョイさんのお手伝いをしてもらえませんかって声をかけてきて、なんだろう、何ですかって言ってたら、ジョイさんにモンスターボールを持って行ってほしいんです、みたいな。だからね、なんかね、6つのね、モンスターボールが乗ったお盆をね、ジョイさんに渡してきたんだよね。見た目よりずっしりしてた。ここからはね、実際に回復してもらった時の映像になるんだけど。では、ピカチュウをお預かりします。はい、お預かりしますね。では、お待たせしま
ましたメリープお預かりします。それでは開封させていただきます。お待たせしました。わあ、しっかり開封しましたよ。すっごいね、緊張で手が震えてたんだけどまあなんかね、すっごい良かった。ジョイさんに回復してもらえて。ゲーム内だとね、何回もやってもらってる行為なんだけどさ、なんか実際にやってもらうと全然違うなって嬉しかった。回復が終わった後はね、なんかポケモンセンターの中、自由に見てもらっていいですよって言われてたから、なんか色々見て回ってたんだよね。そんなに白くはなかったんだけど、関東地方のタウンマップが置いてたりして、あ、ちゃんとタウンマップ置いてるんだっていろいろ見てたら、お誕生日おめでとうございますっていきなり言い出して何何って思って、なんか振り返ったら、なんかね、ピカチュウとイーブイがね、誕生日ケーキ持ってる画像が出てて、みんなでね、おめでとうって言ってね、よかった。ポケモンセンターで回復してもらった後に、結構閉園時間が近づいちゃってて、一日朝から行けば回れるかなって思ってたんだけど、まだ結構なんかね、見れてないところがあって、閉園前のテーマパークのさ、楽しかったなーって気持ちと、また行きたいなって名残惜しい複雑な感じ。なんかいいよね。でもなんかね、閉園間際になるとね、人が減ってきてるからかわからないんだけどピタチュウとイーブイの着ぐるみがね、こう出てきてくれててで、このピタチュウとイーブイがさ、閉園が近いからかわからないんだけどすっごいファンサービスがだからね、一緒に写真撮ってもらったりね、ファンサしてもらったでね、楽しかったんだけど、ちょっと気になったのが、ポケモンフォレストの中で、ジェットコースターのレールが横切ってるんだよね。フォレストって、こう、行ってる割には、なんかこう、人工物が結構目立っちゃって、はやつりタウンの中にあるとかならまだわかるんだけど、ちょっとなんか世界観ってなってた。でね、人混みなんだけど、まあ、オープン直後ではあったんだけど、思っていたよりも、なんか人はそんなに言うほどじゃなかったかなって。なんか身動きが取れないとかそういう感じではなかった。ただね、やっぱりショップとか待機列はね、すっごい大変で、ポケモンフォレストもね、なんか人はたくさんいたんだけど、比較的自分のペースで見られたかな。だね、行きたいなって思ってるんだけど、もう少し空いてる時期に行きたいなって思ったり思わなかったり。あとね、僕が行った日ね、雨は降ってなかったけど、ちょっとどんよりしてたんだよね。だからもうちょっと晴れた日に行きたいなって。結論としては、ポケモン好きなら行ってほしいなって思ってます。一番良かったのはやっぱりポケモンセンターかな。また行きたい。そんな感じかな。よかったら行ってみてね。